皆さんこんばんは。ジャーナリストの津田大介です。平日午後7時から放送しているポリタス TV。今日の放送は無料で、多くの人にご覧いただけるようにしておきます。過去の放送はYouTube のメンバーシップにご登録ください。こちらご登録いただくことで、過去の放送がいつでも好きな時に見放題になります。上位プランもご用意してまして、上位プランにアップグレードいただくと、限定の動画も見られます。こちらもよろしくお願いします。本日のテーマなんですけれども、まずはこちらのキャンペーンからご覧ください。change.org で、やられている、キャンペーンですね。人種差別的な職務質問の改善を求めます。ハッシュタグ、ストップレイシャルプロファイリングということで、このレイシャルプロファイリングとは何か、そして、この警察官から在日外国人に対してのですね、差別的な職務質問がなぜなくならないのか、そして、改善を求める、キャンペーン、このキャンペーンに関わっていらっしゃる方々が今日のゲストです。3人いらっしゃって、まずは、丸山織江、レッジキャンペナーの、丸山織江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、弁護士の宮下萌さんです。宮下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、ジャパンフォーブラックライブスから、川原直美さんです。川原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まずはですね、皆さん、このポリタス TV に初のご出演ということもありますので、自己紹介、これまでどういったことを活動されてきたのかということと、このストップレイシャルプロファイリングに関わったきっかけ自己紹介と関わったきっかけを、丸山さんから教えていただけますでしょうか。公共訴訟を支える専門家集団レッジのキャンペーナーをしております。丸山織江と申します。私自身は、もともと編集者でもありまして、今は NPO 法人 Call4 というところの、副代表もしております。で、実際に社会問題を、司法を通じて、訴える公共訴訟というものをですね、支援しているウェブプラットフォームをやっているんですけれども、その中で一個一個の社会問題をサポートするという活動の傍らで、今はこのレッジという、集団の中で、こういう社会問題をですね、取り組んでいる方々を支援するような、少し違う活動もしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、宮下さん、よろしくお願いします。はい。弁護士の宮下と申します。よろしくお願いいたします。私はもともと人種差別の問題でも、とりわけ、ヘイトスピーチですとか、あとちょっとテクノロジーと人種差別が関わってくる問題、そういったものを中心的に取り組んでいたのですけれども、後ほどご紹介差し上げる、東京弁護士会が行ったレイシャルプロファイリングに関する、アンケート調査、こちら、中心的に、担わせていただきました。そこから、ちょっと、本格的にこの問題、警察官による、上からの差別、これ本当に悪質で深刻な問題だと考え、この調査をはじめとして、このチェンジさんの署名活動ですとか、そういったことに携わさせていただくようになりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして、川原さん、よろしくお願いいたします。はい。私はジャパンフォーブラックライブスという、市民団体を主催しております。川原と申します。ブラックカルチャーに影響を受けたものですとか、私もそうなんですけれども、あと、ルーツのある当事者が集まって、人種差別、とりわけ黒人差別について発信をしているというような団体です。で、レイシャルプロファイリングに関しても、周りの実際に、知り合いとか友達がたくさん受けていて、で、それを、実際に本人たちが録画してくれたりしたものがあって、で、その動画を通して、問題提起させていただいたりもしておりまして、で、2年くらい前ですかね、に上げた動画が、すごく、世界的に広がっていろんな国内外のメディアから取材を受けたりして、少し可視化されてきたのかなっていうふうには思っておりますけれども、まだまだすごい問題でもあるので、今回は、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
ではですね、丸山さんにちょっと伺いたいんですけれども、このハッシュタグ、ストップレイシャルプロファイリングキャンペーン、どうしてこのキャンペーンが必要だったのか、この、求める改善というのはどういうことなのか、詳細と、このキャンペーンが始まったきっかけを教えていただけますでしょうか。はい。キャンペーンが始まったきっかけは、今、自己紹介もされた、宮下萌さんが、答弁の調査で実際にレイシャルプロファイリングの国内の実態を明らかにされていたり、川原さんが、当事者の声も聞きながら、この問題を幅広く声をかけていたり、あと今日はちょっと参加できてないんですけれども、コアメンバーである、下地ローレンス義孝さんという社会学者の方が、自身の研究テーマだったり、根結とかですね、ルーツの問題だったりを研究されている方なんですが、その方が、その研究の延長で、この問題は非常に重い人権侵害だということで、そこを課題感に思っているメンバーが、まずはコアに集まって、このストップレイシャルプロファイリングという任意団体を立ち上げました。で、この任意団体として一番最初に起こしているアクションがまさにこのチェンジオルグの署名キャンペーンでして、このレイシャルプロファイリングと私たちが呼んでいるもの、もし日本語で具体的に言うのであれば人種差別的な職務質問なんですけれども、ここがやはりなかなかまだ認知されていない、多くの方が知らない問題であったりとか、どこか遠い問題だと思っているっていうところだったりとか、というところ、まず知ってほしいというのももちろん一つはあるんですけれども、これからも、いくつかお話が出てくると思うんですけれども、その見た目が、いわゆる外国人風である、外国人である、外国ルーツの、見た目であるという理由で、警察官、国家権力ですよね。公権力から、あなたは、ちょっと怪しいので、ちょっと質問させてください。荷物見せてくださいとか、身分証を見せて提示してくださいとかですね。そういった声をかけられて、実際に非常に傷ついている方たちがいらっしゃる。これは本当に人種とか肌の色とか出身国とか、特定の属性を持って不利益な効果をもたらしている。それはやはり公権力による人種差別であって、それを何らかもう少し可視化してですね、防止するために、制度なりルールなりをきちんと作っていかなければ、この声にならない被害というのがですね、いつまで経ってもなくならないんじゃないかというところで、このチェンジオルグ自体はですね、最後に私たちが求めるものというふうに書いてある欄があるんですが、具体的には読んでいただければと思うんですが、実際に警察庁または国家公安委員会に対して、人種差別に関する必修の研修を実施してくださいですとか、もし研修をしているんであれば、それをいつどこで誰が講師でどんな内容でやっているのを明らかにしてくださいですとか、資料も明らかにしてくださいですとか、あとは今、職務質問って実際に記録が残っていなくて、事後的な検証が不可能なんですけれども、そこをしっかり対象者の属性であり、警察官の対応でありを記録してくださいですとか、警官のボディカメラの装着を義務化してくださいですとか、最終的にはレイシャルプロファイリングを防止するための具体的なガイドラインを策定してくださいというところを求めていまして、そこに賛同してくださる方が、今、署名数でいくと3656ですけれども、ここからもっとですね、多くの方にこの問題を知っていただいて、ぜひ賛同していただけたらと思って活動をしているところです。今ので質問の答えになってますかね。はい、ありがとうございます。はい、宮下さんにちょっと伺いたいんですけれども、こちら、change.org のですね、このページですね。こちらの方に下に行くとですね、説明の中に、このようにですね、東京都弁護士会が行った2021年度外国にルーツを持つ人に対する職務質問、レイシャルプロファイリングに関するアンケート調査というデータをいくつかいろんなデータがあるので、こちらをちょっと見ながらですね、このレイシャルプロファイリングが日本での実態どうなっているのかということをちょっと教えていただければと思います。はい。こちら、東京弁護士会で2022年1月から1ヶ月程度行ったアンケート調査なんですけれども、まず、有効回答数として2094という、結構な数が集まったということは、すごい驚いたところです。これ実施する前は、正直ここまで集まると、任意のアンケート調査だったので、ここまで集まるというふうに思っていなかったんですけれども、そういった中で、2094の中で、
過去5年の職質経験、職務質問を受けたことがあるというふうに回答された方が62.9%。で、さらに、回数ですね。これを見ていくと、2回から5回と複数回、受けられ、2回以上、複数回受けられたという方が72.7% いらっしゃいました。と、10回以上あると、回答された方が、もうだからかなりの数ですよね。本当に日常的に、頻繁的に、職質を受けられたということが、があるという回答された方が11.5% という数が、方がいらっしゃいました。すいません。次のスライドお願いしてもいいですか？で、こちらの、この調査はですね、主に今、ご紹介した量的な調査っていうところと質的な調査っていうところで分かれているんですけれども、量的な調査でさらにクロス集計で出してみたところ、民族的ルーツ、に、結構偏りがあるということが分かりました。具体的にはですね、こちら見ていただければと思うのですけれども、やっぱりヨーロッパですとか北アメリカの方は、職質を受けた回数が少ないと。で、中南米の方ですと、例えば83.5% と、飛び抜けて、職質を受けられている数が多い。で、北東アジアや東南アジアと、いわゆる鍵括弧付きには日本人と、変わらないと、あまりわからないというふうに思われる方は、少なめであるというデータが出ました。次のページお願いいたします。で、それもですね、いわゆる不審事由という、職務質問を、受ける受けることが、受けるというか、警察官がすることができる要件として、いわゆるちょっと怪しそうに合理的に見えるというその要件が、自分としてはあったと思いますか？それともなかったと思いますかっていうふうに聞いたところ、自分としてはなかったと思うっていう方が76.9% いらっしゃいました。で、これはさらに質問としては、自分のいわゆる外国人だと見られるっていうこと以外の理由があったかなかったかと、そういったところに関わってくるデータです。で、次のページお願いします。うん。で、あと、これもひどかったんですけれども、過去5年の職質で気分を悪くした経験があるという方が70.3% いらっしゃいました。こちらも母数が2094っていうところですので、結構なやっぱり数の方が、職質で気分を害した経験があると。このデータだけでも、警察庁として、大丈夫です。すごく高いですよね。このデータだけでも、警察庁としては、やっぱりこれだけの方が、多くの方が気分を害されたということは、やっぱ真摯に受け止めていただきたいと思っています。次のページお願いします。で、これも外国ルーツだと認識されたかっていうところと気分を悪くしたかっていうところで、やっぱり身体的に外国ルーツだと認識されたか否かっていうところで、ここもデータの数が変わってきます。認識されたというふうにおっしゃっている方が気分を悪くしたっていう方が 77.3%。で、認識されなかったという方が 57.1% なので、こちらもかなり偏りがあるところです。量的な調査としては、こういったところなんですけれども、あとさらにちょっと先ほど質的なデータというふうに申し上げましたが、これ自由回答は最後に欄として設けていて、いろいろな形で思うところ書いていただいたんですけれども、それを私の方でざっくりと7種類ぐらいに自由回答のデータを分類しました。で、それによって、ちょっと差別とかレイシャルプロファイリングに関する技術っていうのがまず1点。で、あと2点目が、全部で7つあったんですけれども、2点目が国籍による警察官の態度の変化を示す技術っていうものもありました。これはいわゆる職質をやっていく中で、外国人だと分かった途端に態度が悪くなったですとか、逆に日本国籍だと分かった途端に態度が丁寧になった。失礼しましたとか、そういった回答でしたりですとか、そういったものがありました。あとはですね、警察官の態度の悪質さ、そのものを示すデータもあったんですけれども、本当に具体的に本当にヘイトスピーチそのものだというものを、っていう発言をされているデータですとか、そういったこともありました。あとは、4つ目が不審自由の有無に関する記述で、これもさっきのデータの、量的なデータとも関わってくるところなんですけれども、明らかに、いわゆる日本人と見られる人の方が怪しそうな、明らかに怪しそうに見えそうなのに、なぜ自分だけ職質をされたのか全然理由がわからない。そういったことは書かれている経験もありました。あとは在留カードの提示に関する記述ですとか、長時間の職質に関する記述。あと任意の職質って言うけれども、実はこれ任意じゃなかったのではないか
っていうふうに思われるような記述もありまして、そういったものは、答弁の、こちら2021年度、東京弁護士会の、アンケート調査で、検索していただければ詳細が出てきますので、ぜひ、実態を、詳しくご覧になりたいという方は、こちらを見ていただければと思います。はい。すいません。ちょっと長くなりました。いえいえ、ありがとうございます。こちら、キャンペーンページではですね、こちら、このレイシャルプロファイリング体験を集める募集フォームというのを用意されていて、このキャンペーンを通じて、この東京弁護士会のアンケートとは違う、またいろいろな、こういう外国ルーツ、在日外国人の方に対する、警察官が、もう明らかにこれ人種差別的な質問をしている、こんなひどい体験があったよという体験談をね、募集して集めてらっしゃるということなんですけれども、これまでどのような体験談が集まってきてますか？はい、じゃあ私の方から。実際にチェンジオルグさんのものは割と当事者ではなく支援者の方の署名数が多くてですね、まだそこまで集まりきれてないので、答弁さんの調査とかその他のヒアリング方法で聞いたものも含めて、ちょっと実体験の声をいくつかお伝えできればと思うんですが、例えば、見た目だけで、いきなり警官の方から薬を持っているのではと疑われて、かなり乱暴な態度でズボンを脱がされたと。で、とても心が傷ついて、何も持っていないことを確認したら、そのまま脱がされたままですね、謝りもせず立ち去られたというような声でしたりとか、あと家の敷地から10本も離れていない自宅のゴミ捨て場にゴミを捨てに行ったところ、警官に声をかけられ、在留カードを持っていないということで交番に連行されました。で、学生証を見せて、在留カードは家にあるので、家に同行してくれたら見せますというようなことを伝えても、扉を出た瞬間から在留カードを所持していないと犯罪ですと言われ、指紋を取られて質問をたくさん受けたというような声でしたりとか、あと、いつも通っていたスーパーの前で、食べ物を入れたですね、袋を両手に抱えながら歩いていたら、警察官に声をかけられ、いろんな人に見られながら、ご近所ですからね、すごく恥ずかしかったと。で、それ以降、服を着るときに好きかどうかじゃなくて、この服は職質されないかなとか、日本人っぽい服かなというように、自分が気にかけて服を選ぶようになったし、髪型も目立たないようにという髪型をするようになった。職質くらいって思うかもしれないけれども、そのぐらいトラウマになりましたというような声もあったりします。で、実際に私が会ってお話を聞いた方とかもですね、もうかなり見た目が大きくなれば、中学生、高校生の頃から、ちょっとっていうふうに声をかけられて、見た目で、今何しているのとか、ちょっと、バイトに行きたいんでって言っても、ちょっと荷物を見せてというふうに止められたり、それが1日に何回もあったりとか、たくさんの友達といるときに自分だけ止められて、自分だけ取り残されたりとか、それを繰り返していくうちに、自分自身が今暮らしている社会だったりとか、場合によっては生まれ育った社会でもある中で、その社会に、警官からあなたはちょっと怪しいから声をかけますよというのを繰り返しされることによって、どんどん自分のなんていうんですかね、アイデンティティも揺らいでいったりとか、非常に傷ついて、傾向を見るたびにちょっと震えるぐらい怖いっていうような声も聞いたりしています。ありがとうございます。川原さんにも伺いたいんですが、川原さん、当事者の方にいろいろお話伺う機会もあるでしょうし、川原さんが見聞きしている中で、どういうケースが、ひどいケースがあったのかということ、そしてまた、根本的な疑問なんですけど、なんで日本の警察官は、こういう見た目で外国人と判断できる人に対して、こういう人種差別的な職務質問をするのか、そのあたりをちょっとお聞かせいただけると。はい。職質っていうのはそもそもその挙動とか周囲の事情などから、不審自由を合理的に判断して人を停止させて質問するっていうのが、本来のあり方だと思うんですけれども、実際のところは結構ステレオタイプの固定観念で職質するターゲットを選んでいるんじゃないかなっていうふうに思います。で、例えば私の友人は、ものすごく多くの人が行き交う東京駅の帰宅ラッシュのしかも時間帯に、
東京駅の駅の構内でもうこう狙い撃ちかのようにもう直進で2人の警官から職質のターゲットにされたっていうことがあったんですけれども、彼も仕事の帰りだったんですけれども、バハマ系の、日本人で、ロックスって呼ばれる、ドレッドって日本ではよく言われるヘアスタイルをしていたんですけれども、警察官曰く、お兄さんみたいなヘアスタイルの人は経験上薬物を持っていることが多かったんですよ、みたいな感じで、言われたんですね。で、それはもう動画でもあるんですけれども、結構それって堂々と偏見、もうこのコメント自体、その偏見そのものだと思うんですけれども、それを結構その自身でこれが偏見に当たるっていう自覚もなしになんか言ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、また別の時には、私たちの団体に寄せられた職質の動画の中で、またこのケースも、ナイジェリアにルーツのある日本人男性が職質された動画だったんですけれども、千葉県のとある駅前で職質を受けてるんですけれども、警官から言われたのが、警官になんかこの見た目だから声かけたんですかって質問したんですね。そしたら、その警官が、警察が見た目で声かけちゃいけないんですかって返したんですよ。で、この返しもものすごく、なんですかね、もう見た目で職質してますって言ってるようなものなので、職質のその本来のその不審自由に当てはまるのかって言われるとすごく疑問だと思います。そうですね。その偏見ってそもそもどこから来ているのかっていうのを考えたときに、一つは、例えばロックスヘアの人は、例えばそのジャマイカのラスタのイメージでマリファナを吸っている人が多いんじゃないかとか、あとはそういうロックスヘアや、ブラックヘアって言われる一般的にブレイズとかコーンローとかのヘアスタイルは、黒人文化の一つであるヒップホップのイメージでもあるんですけれども、例えばヒップホップをやっている人の偏見みたいなのも絡んできたりするんじゃないかなっていうふうにも思っています。で、そうですね。ただ日本人でそういうカルチャーが好きな人もそういったヘアスタイルをしている人がすごくたくさんいて、それは文化の登用っていうまた別の問題にもつながるんですけれども、そういう髪型をしていて、その上、素行が悪い人たちも実際にいて、で、それにより偏見がさらに助長されてるんじゃないかなっていうのもあります。で、それによって迷惑を被るのは、真面目に生きている、当事者たちだったりするので、実際そういう声もすごくたくさん受けていて、こういう人たち、一部の人たちが、悪ぶったり、私たちのヘアスタイルをして悪ぶったりしているので、私たちが、そういうふうに見られて職質をされやすくなるので、本当に困ってますっていうような声も聞きますね。はい。そこでまさに文化的な登用みたいなね、問題っていうのが出てきて、でもそこによって外国人の方が、偏見を持たれてやすくなってしまうというね、そういうことがあるわけですね。そうです。宮下さんにね、宮下さんにちょっと伺いたいのが、今のね、川原さんのお話で、警察が見た目で規則しちゃいけないんですかっていうのをね、逆切れみたいに言ったっていうところ。でもこれ本当にまだね、全然被疑者の段階とかで、当然それはいろんな外国の方だって市民なわけで、当然これ人権っていうのがあるわけですよね。で、このレイシャルプロファイリングっていうのはもちろん人権の問題であるわけですけれども、でもそういう差別的な職務質問っていうのは、人権とかこの法的にはどういう問題点があり得るんでしょうか。ちょっとまず日本の国内法からのご説明させていただきますと、先ほど川原ちょっとおっしゃっていたんですけれども、警察官職務執行法っていうもので、警察官が職質を、できる要件というものは決められています。でそれちょっと読み上げると長いんですけれども、要は、不審自由って言われるものの中にきちんとした、合理的な、判断がなきゃダメだよっていうところがあるんですね、解釈として。で、そこの合理的な判断っていうところで、じゃあ外国人だから、見た目が、こういった、ルーツに基づいているものだからって、それだけで、じゃあ合理的な判断って言えるんですかって言われると、そうではないんですね。なので、不審自由っていう、その合理的な、いろいろな諸々の事情から判断して、その外国人であるからっていう、その理由、で、職質をした場合、そこは、不審自由の要件をかける、要件がないということになるので、本来警察官声
職質しちゃいけないんですよね。実質的にはもうされているんですけれども、本来的には、警察官の主観的な判断だけではなく、きちんとして周りの状況から見て、これは声かけられても仕方ないかなっていう状況だったらともかくとして、外国人であるからという理由のみによって、声をかけることは、本来違法ということになります。で、それが、国内法の問題なんですけれども、国際的な、そうですね、職務質問っていうのは、レイシャルプロファイリングとして、いろいろな、これ問題があるよっていうのは、様々言われているところです。で、国連周りでも、2020年に、人種差別撤廃委員会という、日本も入っている、人種差別、撤廃条約の中の、審査の委員会なんですけれども、その委員会が、レイシャルプロファイリングの防止や、これに対する、戦いに関する一般的勧告36っていうものを出しています。これによっても、本当にいろいろ、レイシャルプロファイリングはやっぱり、その外国ルーツの人を、にどういった、悪影響を与えているのか、で、社会との信頼をどう壊していくのか、というところも、いろいろ、書いているところですし、逆に、じゃあ、レイシャルプロファイリングをなくすために、できることは何なのかっていうと、先ほどちょっと、丸山さんが冒頭でおっしゃっていたように、警察官の研修もそうですし、そもそも、日本には包括的な差別禁止法がない、国内人権機関もない、個人通報制度もないという、本当に国際条約からしたらもう本当に何もない状態なんですけれども、そういった制度をきちんと整備をすることは前提に、警察官の研修ですとか、あとはコミュニティの警察内の多様性ですとか、そういったものが求められていくべきであるということが、この勧告で述べられているところです。まさにその勧告に従って、今回のこの、キャンペーンの中でも、警察に改善の要望をしていくということでもあるわけですね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。これ、今法的にもね、やはりかなり微妙にこんな問題が大きい。だからこそのこの改善を求めているわけですが、一度これ、ポリタス TV で2回取り上げたんですが、こちら、この人種差別を許さない訴訟、東京都のね、この、警視庁の警察官が、外国の、在日外国人の、お母さんと子供に対して、不当な聴取と、その不当な個人情報の漏洩ということをしたということで、これが今、公共訴訟という形で裁判になっています。これについてはですね、ポリタス TV の、323と411ですね、これ取り上げていて、まだこの裁判っていうのが続いているという状況です。今後ね、ひどいものに関してはこういうような形で、また訴訟なんかも起こされていくということでは、問題提起していくということではあるんだと思うんですが、他方でですね、ちょっと最後に皆さんにね、伺いたいのが、これ非常に重要なキャンペーン、問題提起をされてるんだと、されておりますけれども、署名の数がね、まだやっぱり、これ5月に始まったんですが、3656筆とですね、やはりなかなかこの、数が、そこまで多くない状況です。これって、この通常国会でもね、今回入管法の問題にクローズアップされていろいろ報道はされて、以前と比べるとこういう問題に関心を持つ、日本人の方も増えてはいるんだと思うんですが、まだまだやはりこういう問題が、日本社会で関心が薄い状況というのが続いています。まさしくね、その状況を変えるために皆さん、キャンペーンをやられているということもあると思うんですけども、なかなかやっぱりこの関心が集まらない状況をどう思われるのか、その状況を、キャンペーンを通じてどう変えていきたいのかということを最後に皆さんに一言ずついただければなと思います。では、丸山さんからお願いできますか。はい。なかなかキャンペーンで今まだ、署名数が集まりにくい状態で、私たちも、どうしたらもっと広げていけるのかというのを、話し合っているところではあります。レイシャルプロファイリングっていう言葉、差別的な職務質問、人種差別的な職務質問っていう言葉が、なかなか浸透していないことだったりとか、やはり、当事者としてそれを受けている人だったり、身近にそれを見ている人でない限り、そのようなことが行われているのが、なかなか遠い世界の出来事に感じるというのがあるのかなと思っています。私たちも、支援者として、支援団体としてのこのストップレイシャルプロファイリングを立ち上げていますが、なかなか当事者の方で、実際に名乗りを出て、経験談を語ってっていうのが、お願いしづらいことだったりとか、やはり非常に傷ついていらっしゃる方もいらっしゃるし、
警察に対してそれを言うことが、なんていうんですかね、それ以上もっと自分にとって被害を生むんじゃないかという、ちょっと恐れもあったりとか、いろいろな思いを皆さん抱えていらっしゃって、当事者の声としてストレートになかなか伝えきれてないところも届きにくい、また閉ざされてしまう一つの問題なのかなと思っていて、ぜひ多くの方にこの問題を知っていただきたいなというふうに思っていますし、もっともっとなかなか声を上げられなくても、実際に事実があるんだっていうことを実態的に把握するために、ちょっと実は弁護士さんがですね、8月31日の、午後の 3時から7時までの、日時限定なんですけれども、レーシャルプロファイリングホットラインという電話相談も受けることになっていまして、ストップレーシャルプロファイリングの SNS で告知しているので、ぜひ見て必要とする方に届けていただけたらと思うんですけれども、そのような人たちが何らか被害体験を入れるような場所を私たちも確保しながら、より多少確保するなりして、代わりに発信していけるような形でもっとこのキャンペーンを広げていきたいなというふうに、思っております。はい。丸山さん、ありがとうございました。宮下さん、最後にお願いします。はい。やっぱりこの問題は、どこか皆さん、他人事だったりとか、あとやっぱり職質ってそんなに、重大な人権侵害なのかっていうふうに疑問に思われている方が多いっていう印象なんですね。でも、やっぱり先ほど冒頭から申し上げましたけれども、やっぱ警察って本当に、公権力なんですよね。公権力から自分を、犯罪者なのではないか、犯罪者予備軍なのではないか、といったそういった扱いを受けるって、これ本当に非常に重大な実権侵害で、やっぱ人間の尊厳に関わってくることだと思うんですよ。だから皆さんもちょっとレーシャルプロファイリングとか、耳慣れないなとか、職質ってそんな、ちょっとで済むことなんじゃないとかって、ちょっと我慢すればいいことなんじゃないって、そんな、大した話なんじゃないっていうふうなことでは本当になくて、公権力が、その人を、鍵かっこ付きでは、本来的にはその人を守ってくれるはずの警察官から犯罪者として、犯罪者予備軍として扱われることがどういったことなのかということをやっぱり私たちも声を上げてやっぱ伝えていかなければいけないなと思いますし、やっぱりまだまだ本当に署名数も集まっていないですけれども、これがやっぱり外国人という限られた人の問題だけではなくて、社会全体の問題なんだということを伝えていきたいと思っております。宮下さん、どうもありがとうございました。では最後に川原さん、この問題について一言お願いします。はい。私も本当に今まで発信してきて、いろんなコメントをもらうんですけれども、結構批判的な人とかだと、市民の安全を守ってくれている警察に対してありがとうございますって逆に言ったりですとか、今回の DJ ソーダさんの件じゃないですけど、そういう髪型をしている方が悪いとか、逆に悪いこと何もしてないなら応じた方がいいんじゃないみたいな、応じてさっさと終わらせたらいいじゃんみたいな、その根本的な解決にもならないようなコメントとかが結構来たりしていて、やっぱり、イメージができてない上に、共感力もちょっとやっぱ欠如してるんじゃないかっていうふうに思っていて、で、だからこそ、私たちのジャパンフォーブラックライブズのホームページとか YouTube でも実際の職質の動画とかもアップして、一生懸命可視化して、伝えようとはしているんですけれども、ちょっと一回そういう、実態を自身で調べていただいたりなんかして、ちょっとどういう気持ちなんだろうってそういうのを一回考えてみて、実際にそうですね、署名につながるようにして、もう少し行動に移してもらえるように、こちらからもいろいろ働きかけていきたいなというふうには思いますけれども。はい。はい、ありがとうございます。改めてこれ署名最後にご紹介させてください。こちら、change.org で、こちら、人種差別的な職務質問の改善を求める署名、こちら、今募集中ですのでね。これ皆さんね、ぜひ、この番組ご覧いただいている方は署名していただきたいですし、また、ご友人なんかにね、広めて、これまた1万筆とかを超えてくると、またメディアなんかのね、注目度も上がってくると思いますので、ぜひ皆さんね、ご協力いただければと思います。そして、ジャパンフォーブラックライブスのウェブサイトなどからもですね、そういういろんな動画も見られますし、宮下さんも関わられてた東京都弁護士会の、データ、あれ本当に
読み応えがあるというか、もう読んでてちょっと辛くなるんですけれども、でもまあ日本のそういう警察のその取り調べのかなりひどい実態というのがまあ見れる報告書になってますので、まあ、ぜひこの番組きっかけにそういったものにもチェックしていただければなと思います。ということで、本日のポリタス TV はここまでとなります。また、レイシャルプロファイリング、ストップレイシャルプロファイリングね、大きな新しい動きなどがあったらお話ぜひ伺わせていただければと思います。丸山さん、宮下さん、そして川原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のポリタス TV はここまでとなります。明日もまた午後7時から、放送がありますので、明日もぜひご覧いただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。さよなら。